国際交流員ワクワク動画。明けましておめでとうございます。2020年はあっという間に終わってしまいましたね。このチャンネルも早立ち上げ9ヶ月経ちましたね。皆さんにより良いコンテンツを届けるために頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回の動画では私たちの国のお正月の祝い方について話します。でもその前にお知らせがあります。私たち仲間が1人増えました。ミジョンさん、自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、チェ・ミジョンと申します。韓国から来ました。今回からこのワクワク動画に参加させていただくことになりました。国際交流員さんと一緒に韓国やいろんな国の文化について紹介していきたいと思います。これからどうぞよろしくお願いします。お願いします。去年は日本人の家族と一緒にお正月を過ごすことができました。それはフランスのお正月ととても違ってて、私にとって特別な経験でした。年越しそば、初詣、おせち料理も出てきたんですよね。フランスはやっぱりクリスマスだと家族や親戚と一緒に過ごすんですけれども、お正月は割と31日の夜に若い人たちが集まっててパーティーしたり花火したり飲んだりするんですけれども、伝統的なイメージはないんですよね、私お正月といえば。でアイルランドや、アメリカはどんな感じですか？全く一緒ですね。大晦日がメインになっていまして、新年になった瞬間にそこにいる皆さんと、キスをしたり握手したりしますね。そしてもう一つやることはですね、クロスした手をつなぎながら蛍の光を歌います。わかりますか？わかりません。蛍の光の元の曲はオールドラングサインっていう曲で、歌詞の意味は友情の思い出についての曲なので、年末年始にふさわしい曲だなと思います。そして花火を上げるときにスカイランタン、チャイニーズランタンって言うんですけど、スカイランタンを飛ばすことも伝統になっています。そうですね、アメリカもほとんど一緒です。年越しパーティーは、家族年越す人もいるし、同じ年越す人もいるし、ちょっと混ざったグループで少し人も結構いると思います。典型的なパーティーなんですけど、花火を打ち上げたり、します。そういうこと。やっぱり欧米は似てますよね。インドと韓国、アジアの国から聞きたいんですけど。はい、韓国も親戚や家族と一緒に過ごすんですけど、韓国のお正月はソウルナイトといって一年中に一番大きな行事の一つです。みんなで集まって3日間お正月の料理を食べたりしながら時間を過ごすんですけど、前はユンノリとか伝統的な遊びをよくしたんですけど、最近は花札をしたり現代的な遊びをしてる家庭が増えています。意外かもしれませんけど、インドのお正月は欧米とあまり変わりません。いわゆるパーティーをする夜になっていまして、で新年になると花火を上げたりとかしますけど、やっぱりインドは地域によってその昔ながらの要素、例えば、宗教とか退院暦とか太陽暦に基づいたそのお正月の時期っていうのがあって、それは地域によって変わってきますので、12月に迎えるお正月とはちょっと違う。日本で祝うお正月は中国では新暦の新年と言いまして、中国の伝統的なお正月ではないですね。地域によって様々なイベントがあるんですけど、新年のカウントダウンとか、あるいは、花火大会を演出するところもあります。学校なら割と、みんなで集まって元旦パーティーをやるんですけど、その時はみんなで出し物を出したりします。これはどちらかっていうと民族大移動する春節ほど賑やかな祭りではないですね。ということで、中国、韓国、インドの場合はお正月の時期が違うんですよね。
伝統的なお正月はいつ頃ですか12月、3月だったり7月だったり地域によってまちまちなんですね。私の出身であるケララ州のお正月はビシュと言いますけれども、新暦の4月にあたります。で、伝統的なそのケララ州のマレアラム暦というものがあるんですけれども、それになると9月1日にあたりますけれども、今はその新年、お正月として定着していて、でその他にも数えるとインドの中でお正月の事例は24事例ぐらいあります日本のお正月は陽暦の1月1日なんですが、韓国のお正月は陰暦の1月1日なので、1月の終わり頃か2月にお正月を過ごします。中国も陰暦の1月1日が伝統的なお正月ですね。日本でいうと旧正月かな。中国語では春節と言います。これは毎年日付が、変わりますが、2021年の当日は2月12日になります。もし日本で祝う新暦のお正月は60点が盛り上がる指数でしたら、中国の春節は100点ぐらいになります。なるほど。じゃあその時の特別な祝い方はありますか？日本のお正月と似てて、お年玉はもらえます。だいたい親か、祖父祖母からもらうので、ビシュカイニータムって言います。このビシュカイニータムその他にも新しい服を着るとビシュコーリビシュコーリって言います。有名なテニス選手ですか？違います。それと料理はビシュサンでやっています。今日私が紹介したいのはビシュカニという習慣です。ビシュの一夜前に家の女性陣がビシュの神っていう神様があるんですけれども、その神様の写真の前にお供え物を一式揃えます。ウルリという大きい金の器なんですけれども、その中にお米を入れてキュウリ、ココナッツ、マンゴー、金、ネックレスとか、あとお金などいろんなものを入れます。それと一緒に伝統衣類のサリとか鏡も入れます。必ず欠かせないのはナンバサイカチ、別名ゴールデンシャワーというお花があります。日本の桜みたいでケーラ州で咲く時間はかなり短いんですけれども、それも必ず入れます。ビシュの朝にですね、親が子供を起こして目隠しをしたままその子供を神棚みたいなところに連れて行って、その日最初に見るのがビシュカニですね。カニっていうのは見るべきものを指します。一番最初に起きる人もだいたい自分で隠していくっていう、揃ってるものがだいたい黄色いものなんですね。だから幸せと繁盛を表してるっていう意味で、揃うものだいたい黄色いものです。春節の期間は1ヶ月ぐらい続きますが、最初は春節を迎えるための飾り付けですね。赤い色はすごく縁起がいい色とされるので、赤い飾り付けは本当に家のどこでも見られます。例えば家の入り口にすごく長い赤い紙ですけど、春聯と呼ばれるものを貼ります。そこに、縁起のいいツイクが書かれています。大晦日になると家族がみんな集まって、親戚とかお世話になった人に電話をします。今はだんだんSNS で挨拶のメッセージを送るようになりました。春節の期間中に魚や餃子とかお餅など縁起がいい食べ物を食べたり、あるいはすごく縁起のいい言葉で挨拶をします。それとは反対に縁起が悪い言葉を絶対口に出してはいけないとか、あるいは縁起の悪いことをしてはいけないとか、例えば、新年の最初はゴミを外に出してはいけないとか、
あるいは刃物を使ってはいけないとかいろいろあります。韓国ではドッグという料理を食べるんですけど、ドッグは日本の料理の中でお雑煮に少し似ています。韓国人の中ではドッグをお正月に食べると年を取るという認識があって、みんな一緒に年を取ります話がややこしくなるんですけど、生まれた時に1歳で数え年になる年と、生まれた時に0歳で誕生日に年を取る年と、生まれた時に0歳で数え年になる年、3つあります。日本と同じように子供が大人に新年の挨拶をして、大人が子供になんか幸せや成功を祈る言葉を言ってからお年玉をあげます。そしてお正月が終わったら子供の中では結構お年玉いくらもらったかっていうのが結構話題になったりもします、はい、地域によって結構差が激しいですね。一番北の方はめっちゃもらう方で、南の方は本当に挨拶みたいな感じで、自分の知り合いとか、子供たちにはもちろんですけど、知らない人にもあげるんですよ。警備員さんに今年もよろしくお願いしますみたいな感じで渡すので、本当に地域間で差が激しいです。フランスはローマ帝国の習慣で、おじいちゃんやおばあちゃんから、お年玉をもらうそうですけれども、私は実際にもらったことないので、それは多分実家によると思いますでもプレゼント、ちょっとしたプレゼント、本とかコミックスとかはもらってました。意外かもしれないんですけれども、40代か50代の人たちはよくバーチャル年賀状を送ってます、メールで。若者たちだったら割と携帯でやってるんですよね。メッセージやスタンプを送ってます。あとは大統領のスピーチや、エッフェル塔の花火とカウントダウンはすごく有名です。日本では紅白歌合戦があると思いますけど、アメリカならカウントダウンライブがあります。新年まであと10秒になるとみんなが一緒に数えて、新年になってみんながわーイエーイと叫んだりして、周りの人をキスしたりします。そうですね。キスは大事。びっくりしますけど。フランスはしますか？フランスはいつもキスしてるから。するけどさ、でもほっぺだね、ごめん。キスじゃなくてベゼっていうやつ、ほっぺにやるやつ。それは口にキス、そういうじゃなくて、違う？親戚にとか、親戚のキスしない。誰にキスする？友達？いや、友達とか。ほっぺた？口？いや、口。いや、時にバーとかで言わ人もいるので、近くにいると。それもあります。じゃあ来年は過ごさないでくださいね。アイルランドは多分他にない不思議な新年を迎える習慣がありまして、日本の節分みたいな習慣があって、去年は外、新年は内。午前0時になった瞬間に家の後ろのドアと前のドアを両方開けます。で後ろのドアから去年の縁起を出して、前のドアから新年の縁起を迎えます。でそしたら新年の縁起がいいって言われます。扉が2つなかったら2つないところはないはずですね。アイルランドアパート少ないし、住んだことないですからわからないです。やっぱりお正月の祝い方はいろいろありますね。では最後に今年の抱負を一人一個ずつ聞いてもいいですか？僕の場合はですね、家事が上手くなりたいし、お弁当をもっと作りたいです。私は日本に来てあまり経ってないので、この1年間を無事に過ごすことを目標として考えてます。私は英会話かな。
なんか周りの外国人ってみんな日本語で話してくれるので英語から逃げてる感じがします。私は韓国語の復習と新しい言語の習得かな。たくさん運動することを宣言します。さまざまな国の美味しい料理を作ってみたいと思います。では今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。